地球の模型南條です。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。おう、とっくん、巣がない。巣がねえ。はい、今日もこんな感じでね、巣がないとっくんと、地球の模型南條でやっていきようと思うんですけども、今回はですね、とっくん、なんと、地球道チャンネルで、ぜひ紹介してほしいということで、商品が届いております。ありがたいですね、とっくん。そうですね。早速持ってきましょうか。今回はこちらです。ボン。どうよ、これ、とっくん。沙織さん、ギリシャから帰ってきたぜ。これシルバークロス入ってるわ、とっくん。めちゃかっこいいね、これ。いいっすね。いいよね。ほら、今回紹介する商品は A ケースハイブリッド、3種類のカバンがありますのでね、こちらをドンと紹介したいと思います。めっちゃ通販番組っぽくないカバン出た瞬間に、ほら、今回はドドンこちらみたいなね。はい、じゃあ紹介していきます。はい、早速この A ケースハイブリッドっていうこのカバンなんですけども、簡単にね紹介したいと思うんですけども、こちら何のためのカバンかと言いますと、地球道にも販売しているウォーハンマーっていうそのボードゲームのフィギュアを運ぶのに適したカバンなんですね。例えばボードゲームのコマとかもそうですし、ウォーハンマーのコマもそうなんですけども、すごく小さいコマが何体もいるんですね。機能持ち運びは結構大変でね、どんなフィギュアかって言いますと、手のひらの半分ぐらいしかないサイズのやつですね。10体も20体もやっぱ運んでゲームをするわけなんですね。適当なカバンに入れているとぶつかって武器が折れちゃったりとか、そういったことがあって、やっぱりせっかく一生懸命作ったフィギュアですからね、折れたりすると結構悲しい気持ちになるので、やっぱりよくあるあるなんですよ。じゃあそういった時に20体30体を一個一個包装して持っていくのかっていうと、それもね、とっくんね、ちょっと無茶な話じゃないですか。だからそういったものをすっきりこれで一発で解決しようと、そういった話なんですよね。紙をですね、ちょっと見てみたいと思うんですけども、オープンこんなこと一回やってみたかったこんな感じでスチールトレイが入ってるんですね。でこれがこうやって引き出しでこうやって出し入れできるわけですよ。スチールトレイなので、これフィギュアの裏に磁石とか仕込んでおくと、こういった感じで揺れないようにしてこうやってケースに入れてる。ほら、これで運べるわけですよ。で中が本当になんかこう格納庫みたいになってますよね。かっこいいですよね、デザインがね。この中に30体から50体入れていざ出撃と。もっともっと詳しくはこれから紹介していきたいと思います。はい、それではですね、これがですね、本当に手元に届いたまんまの状態。このカバンの中を開けてみますよ。開封する時が一番ドキドキするよね。中身こんな感じになってます。スチールトレイなんかは綺麗にね、プチプチで包装された状態で届いてますね。だからカバンを傷つけないようにね、ちゃんと梱包してくださってますね。こんな状態で届きます。届いた時に自分で少し簡単なね、組み立てをする必要があるかなと思うんですね。こんなお礼の手紙ですよ。サンキューって書いてある。私が作りましたっていうね。ね、これ全部英語でお礼書いてますね。興味のある方は翻訳してみてください。あと、こういった小袋が入っていて、めちゃくちゃ強力なネオジム磁石が入ってますね。これが50個入ってます。ウォーハンマーはさっきも言ったようにもう大量にね、フィギュアがいりますので、50個あるのはすごく嬉しいですよね。で、あとはそのスチールトレイを固定するピンが入ってます。で、これの簡単な組み立てがあるんでね、早速ね、とっくん作ってみましょうかね。はい。それじゃあ早速組み立てていきたいと思います。ここはサイドになるところなんですけど、引き出しのね、形が折れ曲がっているところとそうでないところがあるんですけど、これが背中のパーツなんですけども、ここにこう来るわけですね。向きが大事ってことですよ。で、ここに引き出しが入るわけですから、こっちの面が外にならない。出っ張ってる方が内側になるように、こういう感じでね、組んでください。で、これで天井というね、床の部分をつけます。で、この天井と床は別に向き関係ないです。はい、ほら、結構頑丈な棚が完成しましたよ。で、ここに穴が開いてるの分かります？で、ここに袋に入ってたピンを差し込んでいきます。これでよりしっかりとね、安定させていくと。で、これを4箇所で、裏側も4箇所、合計8箇所穴を埋めていきます。はい、こんな感じで全部ピンに留めることができました。ね、ちょっとガンベタっぽくてかっこいいんですけど、実際持ってみたらそんなに重たくないです。それでこのスチールトレイが3枚入ってるんですね。で、このスチールトレイをここで入れて、このトレイをこうやってスライドさせてフィギュアを乗せてこうやってしまっていくわけなんですけど、これカバンの中に入れてる時にこれが揺れたら意味がないじゃないですか。そのために付属品でこういったゴムリングと、またこのサイドを留めたピンがね、まだ余分に入ってるんですね。
でこれをどう使うかというと、こうゴムリングをこう輪っかにしてこうやって止めてあげるんですね。それをこのスチールトレイのところにこの角にこうちっちゃい穴が開いてるじゃないですか、ここに通してあげるんですね。こんな感じで結びました。でこれ2つ結びましたね。でこれを引き出しにすると、ここの横にも穴が開いてるんですよね、とくん。でここに刺してあげると。でトレイの方にも穴が開いてるのでこうやって貫通するんですね。で反対側もこういう感じで留めます。そうするとほらビクトモですよ。フィギュアを乗せるときはこのピンをこう外してでしまうときは奥までちゃんと入れて穴にこう通してあげることでしっかりと固定してあげることができるわけですね。こんな感じでね、結構簡単に作れたね。こんな感じでね、組み立てた棚がこうやってカバンの中に収納されました。本当にねぴったり。だからちょっと入れる時に入らないかもっていう風にちょっと思っちゃったんですけど、だから本当結構キツキツです。まあそういった意味ではこの余白がないからこの棚がほんのに揺れないのでね、まあしっかり設計と。早速フィギュアをね並べてみますか。そうですね。地球堂にあるフィギュアをこう全部バッとね並べてみたいと思います。はい、こんな感じに入れてみましたけど、どうですこれ。なんかもうこのままショーケースにしてもいいんじゃないかっていうぐらい、しっかりとした飾り棚ですね。すごいかっこよないですか。特にさっきも冒頭で話したんですけど、心配なのはこの辺りの大型ですよね。ここら辺のパーツが折れたりするとやっぱ結構心も折れますからね。すごく繊細な細いランナーでできてますから、やっぱ折りたくないですもんね。でこれが一個一個磁石でしっかりと止まってますので。でこれをですね、特に、磁石で止まってるから安心っていうのも言葉だけじゃ伝わらないと思いますから、揺さぶってやろうと思いますね。はい、いきますよ。それ閉めなくてよくないですか？閉めなくていいか。じゃあいいよ、このままでいきますよ。全然いいね、特に。もうビクともしてないですね。これ今横揺れ全然大丈夫ですね。この縦揺れもやってみるか。ワシュワシュ。本当に全然動かないんだけど。これ以上の揺れってもうなかなかないよね。投げたぐらいだよね。全然大丈夫ですね。これ本当いいね。はいはいはい。これだったらもうその一個一個梱包の心配もいらないし、5番目状にね、スポンジを引いて間に挟んだりとかしてる工夫とか結構見たんですけど、これもそのままです。でだってもうこっからボードゲームハウス行ってふいって開けて、これで勝負だっていけるもん。人が梱包を外してる間にこっちはもう陣営こういける。なんかワクワクするね、この感じ。そうですね。とある週末ですよ。こんにちはーっつってこうやって来て、いや今日も週末でこうボードゲームするの楽しみだったんですよって言って、じゃんって言い出して、今日は君に決めたっていう。すごくスピーディーじゃないですか、この一連の流れが。超スマートなんだけど。いいですねこれで。棚の幅も変えれるので、こういう大型も入れれれば、こういう小部隊の陣営が好きな方は、棚をこう増やしてやってもらってもいいですね。でもさすがにあれですよ、僕大きいフィギュアに関しては磁石4個ぐらい使ってますからね。さすがに1個じゃちょっと不安定だったんで、こういうちっちゃいフィギュアだったらもう全然1個で十分ですからね。1個ないし2個ぐらいをちゃんとつけて、それはやっぱり様子見ながらフィギュアと相談しながらやってもらえたと思うんですけど、しっかりと磁石の個数間違わなければいいね。全然動かなかったですね。はい、改めてですね、この A ケースハイブリッドのカバンの種類なんですけども、大中小ですね、3種類あります。一番小さいタイプと中ですね。こちらは外にこうポケットがついてるんですね。だからフィギュアのステータス入れたりとか、簡単な説明書入れたりとかするのにはいいと思います。中ぐらいのだとそのポケットがね大きくなる。こんな感じで A4 のスケッチブックぐらいは全然ほらすっぽり入りますから。このちっちゃいのはこんな感じ。まあ A4 はちょっと難しいですけど、でこの2種類とも肩からかけることもできるし、こうやって手提げにすることもできますね。これ大中小全てなんですけども、こういうマジックテープがついてるんですね。だからここに舞台のロゴワッペンとかつけてオリジナルカスタマイズするのもいいんじゃないですかね。ここら辺で工夫してモチベーションが上がるようなものをね、こうつけて遊んでもらえたらいいんじゃないかなと思います。この大きいのがですね、ここにフックがあるようにこう肩からもかけれるし、手で持つこともできるし、リュックにすることもできます。リュックの部分は外してこうなんか収納してもらうとジッパーがあるんでね、邪魔にならないようにこのリュックの部分を紐をしまうことができますね。で大きいサイズになるとポケットが多いんですよ。ほら
こにもこの大きな袋が入ってます、横のここにもあるんですよ。でここに至ってはもうほらもう何でも入りそうなぐらいのこの大きいね、これとっくんなんかほんと普通に撮影用のカバンとして欲しいですね。こうスチールの棚で頑丈ですし、なんか精密機械も運べそうな感じですよね、これなんか結構一番お気に入りなんですけど、これで会場遊びに来た人絶対強いよね。こんにちはーすみたいな、お疲れっすーってこうやって開けて、僕のコレクション見る？バーンっていう、これすごいな。すごいっすね。一連の動作想像したらこれ笑けるわ。この人には勝てないって感じになるね、これは相手をなんかこう威圧するのは完璧ですね、これね、今これ大ハンマーのフィギュアで紹介してますけど、模型の展示会とかでもうまく磁石を仕込んで持っていけば、全然 OK ですよね。やっぱ開けた時のこのかっこよさはすごいな、これはいいですね、こんな感じでポケットもいっぱいついてますよと。そんな感じです。てな感じでね、どこで買うことができるかと言いますと、実はこれクラウドファウンディングなんですね。で今絶賛プロジェクト中と。クラウドファウンディングの名前が幕開けっていうんですけども、期間が6月の9日だからもう始まってるんですけどね。で終了が7月の26日の6時までになってます。クラウドファンディングの詳しいことは概要欄に URL つけておきますので、そちらを確認してもらえたらと思うんですけども、一足先にね、このケースが欲しいなという方は、そこのページに飛んでいただいて、で、そこで購入していただけたらという感じですかね。ページには、親切にマグネットの付け方とか詳しく載ってますし、あとちょっと面白いなって思ったのが、このトレイを反対につけてもいいですよっていうね、写真があったんですね。だからやっぱちょっとサイズ感ちゃんと気にしないといけないですけどね。大きいものを逆さにするのはすごい怖いですけど、小さいフィギュアだったらこうやって天井にしてもらって、でさらにこの上にもフィギュア乗せちゃうっていうね、そうするとめちゃくちゃ入りますから。そうですね。ねえすごいよね。こういった感じで使い方を工夫すれば本当にフィギュアいっぱい入る、すごい素敵な商品なので、興味持っていただけた方はそこのページをぜひチェックしてもらえたらと思います。じゃあこんな感じでね、と終わっていきたいと思うんですけども、改めてこの商品名なんですけど、A ケースハイブリッドですね。で、クラウドファウンディングで絶賛紹介中と。ぜひURL の方を見ていただけたらと思います。こんな感じで終わっていきましょうかね。はい。で、面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。でー